皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャスト。バドンクバドンク、when you walk like that, when you turn like that, バドンクバドンク。はい、始まりました。いや、ちょっと待って、今のバドンカドンククイズ、はい。お前が急にエピソード始めたから、いやこれ編集してくれてるねスタッフのともちゃん分かってると思うねんけどな、この前めっちゃ5分ぐらい喋ってて、今ずっと実は準備する時間あったよ。じゃあ誰今回いやそれは分からんほんまに分からん。バドンクバドンクバドンクやし、when you バドンク like that, when you バドンカドンク like that。 多分なんかのシンガーやねん。いやで女性シンガーやねん。いやでバドンカドンクすごい、この子動かすので売れた。リアーナ。違うな。あの人ブリトニー・スピアーズ。この曲調ちゃう。ブリちゃんは違う。じゃあ、ね、私その世代でしか知らんのとバドンクバドンク。誰それ。言おうか。シャキーラは知ってる。シャキーラは知ってた。ごめん。バドンクバドンク。名前はごめんなさい、聞いたことあったわ。ほんとごめんなさい。で、なぜかそれを困ってて、それが出たかっていうと、はい、今日のテーマは、はい、ワールドカップ。ワールドカップですよ。2026のワールドカップ。これは勇気に俺が言って、このテーマで話したいなって無理やり相談して。そらそうやんな。もう毎回来てたもんね。来てたって。ね、まあ、今もやしな。まあ来てますね。いや、OK。なんで勇気今ちょっと笑ったのが、これ始まる前に1ヶ月、まあちょっと前アメリカツアーで、長いこと言ってたもんね。1ヶ月ぐらいアメリカのスタンドアップコメディのツアーに行ってたから。で、一瞬だけサンディエゴのライブ終わった後、もう夜中、コメディアンの男軍団でちょっとティーワナ行ったの。ティファナかな。ティーワナ。ちょっと日本語読みがち。ティーワナ、ティーワナ。メキシコね。メキシコまで歩いて。ウーバーでボーダーまで行って、そこから足で入ったの。すごいよな、やっぱ。ほんまその感覚がすごいよな。戻ってくるとき、やっぱ銃持ってる警察とか犬すごかったわ。まあね、それ今より厳しい時ですから、入りづらくなってるでしょうけど。で、アメリカ帰る朝5時とか、アメリカ帰る時にちょっと遊んできて、列並んでる時にそのおばちゃんがなんかいろんなもの売ってきてて、このメキシコジャージ買った。そのおばちゃんから。だから、本物かわかんない。多分嘘もんやで。値段のあれはないよ。でも好きなんだよね、そういうなんか本当は俺金持ちだったら、でもできる時はやりたいのが、どっか国とかトラベルしてる時にその場所のジャージ買いたいってずっと言ってて、何個はやってるけど、このメキシコはちゃんとメキシコで買ったから嘘もんとか関係ないもんな、そんなんな。いや、ちゃんと形もあるし。10回ぐらい洗ったら多分これ取れてるかも。洗ってからそれな、それは考えよう。今は信じよう。まあそういうのが来てるよね。だからあんたやっぱもうサッカーが大好き人間ですから。まあワールドカップの話をしようと。まあ全然いいよ。私もサッカー好きな方。ワールドカップの時だけサッカー大好きになる人間。俺そういうの別に嫌いじゃないよ。俺そこまでいい人な。俺好きじゃないのが、ベンワゴンの人。ベンワゴンってバンドワゴナーって言うよな。ベンワゴン。知ってんだ？なんか聞いたことある。その流行りに乗っかるだけの人。そう。やんな。そう。バンドワゴナー。
Yeah. じゃあその英語来てんだ、日本に。あ、違う、私が調べただけ、その知ってただけ。OK。多分分からんと思う。Yeah. それがサッカーに入ってる時に、なんか、このチーム勝ったか、なんかめっちゃイケメンがいるから、この女性が見に行くとか、その時だけ、like, でもさ、ベッカムかっこよかったんですよ。いや、俺もベンワーゲナーだったな、その時。I was like, oh, Beckham. Bending like Beckham. あんたの場合でもプレーのかっこよさやろ。Yeah, そのlike, うちらもあの髪の毛。I know. かっこよかった、あの時のベッカム。Fucking all-star. もう、グローバルオールスターだった、あれは。そうやんな。ベッカム。まあ、そうじゃないとも言い切られへんけど、でも私は結構ほんとサッカー漫画とかが好きな人やから、一瞬だけサッカー部も入っててん。イエローロック？ブルーやろ、おい、誰がイエローロックや。ほな、お前んとこ何色ロックや。レインボーロック。いろんな意味でちょっとあれですけどレインボーロックにしておきましょう。いや違う、もっと古いキャプテン翼とか、ナイス。知ってるよ。J ドリームとかホイッスルとか。 J ドリーム？何ですか？ J ドリームなんか俺がいつも可愛い日本人の女の子 J ベイブスって呼んでるから J ベイブじゃなくて J ドリームなんだ。J ドリームもいい漫画やねん。ウェットドリームって知ってる？あ？ウェットドリーム。濡れたドリーム？それお前がちょっと朝モーニングウッドするやつちゃうんけ。それだから J ドリーム聞くとなんかその日本人の女の J ベイブが俺の夢に入ってこんで俺がウェットドリームになったら J ドリーム。違います。OK。違います。ジャパンのドリームなので J ドリームっていう、サッカー漫画とかホイッスルとか。何の？サッカー漫画、ホイッスル？違う。ウィッソル。それは日本には売ってないそんな発音いいタイトルの漫画売ってないとか。あと他何やったっけな、掛川ちょっと忘れた。うわ忘れた。いっぱいあんねんサッカーの。結構あるんだ。あるよ。ほんでやっぱちょっとサッカーやりたいなと思ってやったりしてたから、私はそのサッカーの話は割と好き。 OK。 ただなんかあんまどこが強いとかはちゃんと知らん。Yeah, I mean, yeah. ちなみにこのエピソードは、撮ってる時、今はワールドカップまだ始まってない。まだギリ5月。けど、上げる時はワールドカップちょっと始まってから上げるよね、この動画は。始まってると思う。もう始まってる。OK。だから、どこが勝つとかは、当てるのは、まだギリギリいける。まだ何も見てない状態。アメリカいるじゃん俺たち。これワールドカップ始まった時いるギャンブルしよう。スポーツベッティング。この辺に小竹おったらなんか怒られそうやけど。なんで？アメリカでスポーツギャンブルも当たり前でみんなやってるから。ほんま？大丈夫？怖いからお菓子かけようや。本当のお菓子ね。お菓子ね。お菓子、本当のお菓子、チョコボールとか。でもチョコボール交換して円に変えられるんでしょ。やめろそのパチンコシステム。日本の賢いところ。それ賢いかバカか分かんねえ。賢いのよ。じゃあギャンブルもうええやんもう。なんかちょっとほらなんかお金が動くとちょっとあれやからなんかそっちの方がなんか余計ダーティーやんな。 This feels dirty よ。パチンコlike Yeah. 棒交換しに行くからね。I know, it's just so dirty. いいよ、どこが勝つかな。そうやってもう誰が勝つか。1位、それが一番簡単じゃない？ OK。 簡単っていうか分かりやすいやんな。OK、 じゃあそこから行こう。じゃあ先に勇気お願いします。俺はもうあるから。マジで？私推しの国になっちゃうねんな、どうしてもそういう考えねん。推しの国。私好きな国があんねん。好きな国。それって何OK 言って。自分が見てた時に好きな選手がいたからっていうのでずっと、もうおらんねんで。もうおらんねんけど生きてるけど代表としておらんだけやからオランダが好きやねん私。Netherlands Holland OK。 私が見てた時はスナイデルとかウェズリー・スナイダー OK。 ファンペルシーとか多分その辺ぐらいの時。もう一人ちょっといいのおった。ちょっと教えて。じゃあ何やったっけ。時そう2010だと思う。誰だろう。くらいの時のもう一人有名なおった。ちょっと忘れたけど。ウェズリー・スナイダー、スナイデルとファンペルシーともう一人なんかヴンデなんとか、like、ヴァンダー・ヴァーとかそういう感じじゃない。ハンテラー。違う忘れた。ハンテラー。違う。アリエン・ロベン。ロッペン。
いや、ハゲの左足スナイデルもハゲのやけど、みんなハゲ多かったけど。なんか左足でずっと、いやいやいや。ドリブルが。いやいや、アリアン・ロビン。っていうの時がすごい好きやったから、なんか私ずっとオランダ応援しちゃうね。どう今年どうちょっと知らんねんけど。でもオランダってなんかいつもなんか誰も勝つって思わないけど、結構ダーク、なんかいつもダークホースって思ってる俺。なんかそのオランダってファイナルまで決勝まで行った時も誰もその話に入ってなかったもん。オランダがそこまで行くなんか行くと思われてなかったのに行ったの。私はそのまあ分からん、今の前評判が知らんけどオランダに、じゃあチョコボールを2粒2 choco balls on Holland、かけます。じゃあ勇気はオランダ、OK。俺ね、ポルトガル。ポルトガル、待って、そのさ FIFA のランキングここだけ盛り上がっててごめんねやけど、いやいやさ、これワールドカップだよ。この世界違う、思ってる以上に興味ない人もおるからな。No way 女の子は特に。No。ワールドカップの時はみんな好きでいいねんな。で、しかもその国の女がそのワールドカップジャージ着てんのバリエロい。やっぱ自分の国の？ Yeah。別の自分じゃない国でもいいけど。それいいの？それも気になった。例えばさ、私行くやん LA でスポーツバーで見ようと思ってんねん。一応日本で持っていこうと思ってんねんな。いいと思うよ。2010年の時のやつ。そっちで買ってさ、アメリカのやつ着ててもいいの？いいよ。それはいいんや。いいと思う。めちゃくちゃいいと思う。いや。なるほどね。別にエロさを求めてるわけじゃないんですけど、何か引っ掛けようとかしてるわけじゃないよ。けど、まあ楽しみたいからさ。いやでも引っ掛けたければ、引っ掛けなんか釣りたければ、2週間の間に逆にジャパンジャージの方がいけるよ。ほんまにYou know what I'm saying? You know what I'm saying? I know. Okay. Yeah. なんかポルトガルなんや。俺ちょっと最後のクリスチャーノ・ロナルドのワールドカップ。そうやな。なんかやっぱ最後？いやもうこの後。さすがにない？なんか最後多いやん。多分ネイマールもそうやん。メッシもそうやろ。で、我が国長友も多分そうやん。よく入ったな。で、燃えるおじさん入れてあげて。私は全然入って嬉しい側やから。俺も好きなと思う。とか、三笘はいないけど。No 三笘。本当に。ちょっとマジでショック。ポルトガルね。最後の。強い。もうそれはもう明らかなんや。プレイヤー的に。今ないんや。ランキング？ポルトガルが。ちょっと待ってよ。で、なんかクリスチャーノ・ロナウジョのためにみんな頑張るパワーもなんかやっぱ勝たせたいの。もうなんかポルトガルの国として、やっぱワールドカップ勝ったらもうそのディベート、メッシかロナウドのディベートあるやん。でメッシ前勝ったから、ちょっとワンアップしちゃったの。いやもうやっぱメッシやろうになってんねや。だけどサッカーの両方俺大好きなの、本当は。だけどその両方もここで永遠にこのディベートが欲しいから。だからここにもう一回上がってきて、もう同じレベルにいてほしいと。伝説の2人であってほしいんや。ずっと俺この2人憧れて見てきたから、この戦いがもうピークの時のバルサ対レアルのもうたまんなかったから、やっぱ俺はロナルド派だからだけど。それもごめんね、私はちょっと自分のこのレベルの質問なんだけど、やっぱさ違うとこで普段やってるやん。そのヨーロッパにリーグがあって、どこやったっけ、そのレアルとかスペインやろ。ラリーガね。スペインとか、イタリアのセリエ A とか、イギリスプレミアリーグみたいなとこでやってる人たちが国に戻るやん。そのワールドカップの間だけ。国に戻るって？自分の国の代表として出るやん。やってたメンバーたちが敵同士になるっていう、なんかどっちが大事とかではないけど、やっぱりワールドカップは特別なんや。Yeah. だ
だからメッシはさ、そこのどこでやってたんだっけ？私ごめん詳しくない。そこはまあバルサで。バルサってことは、メインはスペインでしょ。でもじゃあメッシを応援したい人はスペインを応援するんじゃなくてアルゼンチンを応援するアルゼンチン、になるんや。メッシを応援するになるんや。例えば関係なくてメッシの大ファンだったらアルゼンチンのなんか応援するな、やっぱ。やっぱなんかそこがやっぱ面白いなと思うというか、どういうふうにそのサッカーのファンの人たちは応援その時だけ分かれるんかなとか、どの国を応援するになるんやろうって。そうね、そのサッカーどのぐらい好きかによるな。なんか俺サッカー大好きだから、このメッシとロナルドの、ずっと聞いてたし好きだから、どの国とかじゃなくなるんや。でも好きな国はあるよ、もちろん。But like そのロナルドなんでポルトガルと今回、それ思ってるんだったら本当言えるけど、勝ってほしいのがちょっと入ってるのはポルトガルで、やっぱこのちょっと前もう一人のスターが車の事故で死んだの。ディオゴ・ジョタっていう人、リバプールでやってた子がポルトガルの、そんなちょっとそれもなんかパワーが入ると思うね。国としてな。すごいな。今、ポルトガルのメンバーたちにとってもやっぱ勝たしたいってなるんや。みんなの憧れってこと？いやもうさ、自分がなんか大谷がもう最後、例えばもう日本なんか勝敗にもうテンション上がりすぎて勝敗に出て新しい選手出てきたよ。勝敗がもう最後のなんかの大会でもまだ決めてないの。例えばアメリカでずっと活躍だけど WBC でまだ日本は勝ってない。最後取らせてあげたいと。ねえ。わかる。チームスポーツのいいとこやんな。You know what I'm saying? わかるわかる。やっぱそれは起きんねんな。じゃあまあなんかさ、やっぱでもそのすごいレベルの人たちやからさ、俺がってならへんのかなってちょっと思ってさ。それはもうみんななくはないけどって。それはサッカー好きなところ。もうチームプレーはもう日本見たらすごい。だけどブラジルとか見たらもちろんチームプレーの中でも自分が活躍したいのはちゃんと見えるし。生きはるもんな。もう俺だよみたいな。そうな、確かに。そうなんや。そんなんがあるんや、ポルトガルには。ちなみに FIFA ランキングはお願いします。5位でした、ポルトガル。じゃあ結構、いや今本当に強いの今。でちなみに私の言ってるオランダは7位で、あなた自分の国どこか分かる？何位か今。まあナンバーワンでしょ。アメリカファースト。違います。アメリカナンバーワン。違います。全然です。ほど遠い。ナンバー2？それもっと。本当？33とか。行き過ぎた、ごめん。そんな遠慮せんでも。いや本当何アメリカ。本当にはアメリカは16。そんな強くねえよ。でもね、ごめん、ほんま勝手なイメージだけど、この位置にいると思ってなかった。アメリカが。サッカーのイメージがないね、アメリカにあんまり。まだそっち派の人。そう、私はやっぱ止まってるから2010で、そのダニエルがサッカーをしてたっていうのは知ってるから、あれやけど、なんかサッカーより他のスポーツが有名やったりするやん。その野球とか言ってたみたいに。それラクロスだけど。野球どっちでもええねん。なんぼでもいいけど、これはバスケとかアメフトのイメージやったから、そのサッカーがこの位置にいてんのにびっくりしてます。ちょっと日本と似てると思う。プレイが？いや、その日本と似てるっていうのは、その日本も J リーグあったり、アメリカも MLS あって、トップじゃないじゃん、そのリーグ的に。そうだね。But like 弱くはないじゃん。その認められてるじゃん、なんとなくちょっと。で、自分の代表はなんかトップのクラブいるやつはなんか 4,5 人おるやん。第一鎌田とか、その遠藤とかね。三笘。いや、正直日本の方がいるかも、正直。But like アメリカもそういう感じで、それ以外はちょっと
横のなんかフランスの真ん中のチームで活躍してるとか、ドイツの真ん中のチーム、そのなんかフランスのトップとかじゃないじゃん、その、なんか、でもそれもすごいけど、多分そこら辺はアメリカと日本のチームの出来上がってるのがサッカーレベルというか、でもほんまに FIFA も一緒ぐらい、ちょっとだけ日本が下でして18位だから。いやもう日本もっと高いと思うよ。これ今だけかな、じゃあなんかあんまその辺のこの点数のあれが知らんからさ。Yeah, and like yeah. あとさ、これごめんね、私が FIFA ランキングを今見てるから1個だけ気になったの言っていい？モロッコがさ、8位におるのよ。モロッコがさ、モロッコ今熱い。そうなん？ものすごい。前のワールドカップもいいところまで行ったじゃん。確かにそれはその時もびっくりした覚えはあんねんけど、アフリカでさ、そのモロッコって何？ヨーロッパ近いから近いから行きやすいんかな。But like 例えばそのチームの作り方にちょっと戻るけど、例えばこの余裕がまだないっていうのは差がある。例えばイングランドは、その選手がいすぎて、B チームも作って俺たちよりすごいチームできるの。やっぱイングランドとか見てたら、層が厚いんやな。フィル・フォーデン、コール・パーマーで、ヘリー・マグワイアもなんか結構その3つがこれ置いていくの？なんかコール・パーマーはチェルシーの、エースみたいな。コール・パーマーはマンチェスター・シティのエースが置いてったの。もうなんかエースを代表に入れれないってこと？そうチームに入らなかった。だからすごいね。そんなもうトップチームのスターを置いてくるぐらいやっぱチョイスがあるから、日本とアメリカはまだそのレベルじゃないやん。その三笘が元気で置いてかれたことのレベル。信じられない。Right? 信じられない。だから言ったら今回ほんま悲しいやん。三笘がいけなくなりました。悲しいけど、それが悲しくなくてもいいぐらい層があるってことやろ。言ってること一緒やねんけど、これがダメージじゃない。国としてダメージじゃないぐらい強いメンバーがいますっていう。すごいね。それはイギリスだけ？イングランドか、ごめん、イングランド。いや、まあフランスも結構すごいやつら置いてってるな。もうレアル・マドリッドって言ったらすごいクラブやん。もう確かにそのスタメンがフランス人で置いてかれてんもん。1位、今ちなみに FIFA のランキング、フランスが1位、もうもうやばい。スペインが2位、3位がアルゼンチンで、イングランド4位。この辺はなんかようほんまみんな。ちょっとグループ見よう。ワールドカップのグループ。グループはね、ちょっと待ってよ。グループはこれだね。じゃあグループとして、このまだ何分ある？今もう今23分もしゃべってます。23。OK。じゃあ多分このグループ A からちょっとめっちゃ見に来る。グループが13、4、12。OK。じゃあめっちゃ早く。いや、私が言うの？やだ。いいよ。聞き取ってね。OK。言ってたらいいの？言ってって出ていく2つチームパンパンって言おう。OK。じゃあまずグループ A からグループ A4 つ言って出てくだろうと思うチーム2つみたいな。2チームが出るからワールドカップのグループから。はい、いきますよ。OK。グループ A、メキシコ、サウスアフリカ、コリアリパブリック、チェコ。先に言う？この誰が2チームが出る。私分からへんから先に言わせて。OK。メキシコとコリア。同じ。嬉しいかも。楽しいこれ。OK。B グループ。OK。カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイス。いきます。カナダとスイス。このグループ弱っ。やめや。まあそんなんもあるんやろうけど。まあホームのカナダはカナダパワーもらうから、カナダとスイスって言った？私スイスって言った。そう一つは思わくいかないグループも欲しいから、ボスニア。ボスニア・ヘルツェゴビナね。OK。C グループ、ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド。3つ目何言った？ハイチ。ヘイリー？ヘイリー。ハイチ。と最後何？ごめん。スコットランド。うわ、このグループ死のグループ。このグループいいな。ヘイティーな、もうなんかって
言ってるよ。いやでもすげえチームでワールドカップ戦えるのあって本当に嬉しいもんな。ラッキー。ね、国としてレベル上がるやろうしな。はい、私は、ブラジルとモロッコ。いやスコットランドね、何年ぶりでワールドカップ出るんだよね。本当なんか100年とかなんかそういうやばい数字。だいぶやん。100年か分かんないけど、めっちゃ長くずっとミスってたから、出れんかったんや。久しぶりのスコットランドもちょっとパワーあると思うんだよね。スコットランドにしとく？めっちゃ悩んでるやん。俺ね、めっちゃ悩んでる。ここではい。50-50？ いやヘイリーはみんなボコボコにすると思う。ここね、むずっ。ここでどうしますか？テレフォン。スコットランドとモロコ。スコットランド、モロッコ、ブラジル消えましたね、今ある。ブラジル。ジュニア。はい。じゃあ D グループいきますよ。OK。USA、パラグアイ、オーストラリア、トルコ。USA、いいよ。でも一緒。USA と私パラグアイ。俺もUSA、パラグアイ。なんかパラグアイなんかいいイメージやってな。いきます。しつこい。まあ褒めてんねんけどな。ワールドカップ出るために当たるから、あいつはしつこい、パラグアイは。そう、南米とな。暑さも慣れてるし。確かに。暑いよ、このそうや、ワールドカップ。そんなんもあんねんな。自分のホームかっていうのな。OK。E グループ。ドイツ。ちょっと待って、知らない国かも。これ何？初めてのクラサオ。クラサオ？誰？クラサオ？発音合ってるか分かんない。クラサオ。CURA、C にちょっと下のあって AO でね。とコートジボワール、エクアドル。はい。じゃあドイツとエクアドル。俺も。私結構いい線いってる？もしかして。いや、次ですよ。次。Okay. F グループ、ここです。はい。ネザランド、ジャパン、スウェーデン、チュニジア。好きな国2つ入ってんだ。戦うよ、それ。でも嬉しい。私はこれはもう間違いなくネザランドとジャパン。コテボワール入ってるこのグループ。ここない。コートジボワールはさっき。もう一回言ってごめん。ここはネザランド、オランダ、日本、スウェーデン、チュニジア。いや、ここはオランダと日本で行きます。ありがとうね。いや。次。G グループ。ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド。IR イラン、ニュージーランド。OK。私、ベルギーとニュージーランド。俺、ベルギーとイラン。そっか、イラン、そうやね。いきます。H グループ。来れればね。イランが来れればね。これやめなさいよ。いや、本当にトランプ入れないとか言ってるよ。お前の国が入れさせんようにしてんねん。そう。ほんま。やべえよ。The Strait of Hormuz くれたら OK 出すみたい。めっちゃ悪いな。トレードの対象が悪すぎるな。ほんま。H グループ。スペイン。これ何？ケープ・ヴェルディ。カボベルデ。ケープ・ヴェルディと。ケープバーディ。I think, yeah. ごめん、下のやつ見てな。サウジアラビア、ウルグアイ。はい、スペイン、ウルグアイ。いや、俺も。はい。フランス、セネガル、イラク、ノルウェイ。フランス、セネガル、イラク、ノルウェイ。私は、わかんない。フランスとノルウェイ。フランス、セネガル。セネガル、ちょっとアフリカのチーム、モロッコとセネガル。来てんの？基本ね、グループから、なんか、基本アフリカのチーム一つしか出てこないの。で今回本来ならモロッコだけだったりするのに？いや、なんかどっか、よくなんか何のチームが残ってるってよく見んのが、ヨーロッパのチーム何個残ってる、アジアチーム何個残ってる、アフリカは結構消えていくのグループから、1 or 2しかないのが多いから、それに今2つ来てんねや。俺のモロッコとセネガル今出してるから。もう一つ言ったっけ？
フランスとセネガルって言った。うん。J いきます。J グループ。そうだ、はい。めっちゃ早くだけど、2006？ うん。確か、これ変わったかもしれないけど、前勝ったワールドカップが初試合すんの。だから、アルゼンチン前勝ったやん。うん。だからワールドカップの最初の試合はアルゼンチン対そのグループの誰か。なるほどね。で、フランスが勝ったの。2002、2010、忘れたけど、フランスが勝って、次のワールドカップも守ってるチャンピオンじゃん。うん、確かに。フランス対セネガルだったの。で、セネガルが倒したの。で、その日、セネガルがホリデーになったの。すごすぎるやん。そのぐらいサッカー。すごいやん。Yeah, it's public holiday になったって。国変えたやん。Yeah, セネガルがフランス倒すなんか。ほんで そんだけ国挙げてサッカーイエーイなってるってことな。Yeah. ほな強いな。知らんけど。はい、J グループ。アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ジョーダンやからヨルダン。なんだこのグループ。へえ。これ私はアルゼンチンとアルジェリア。俺、アルゼンチンとオーストリア。オーストリア。yeah. A が多い。K グループ。ポルトガル、コンゴ、ウズベキスタン、コロンビア。私はポルトガルとコロンビア。ナイス。ポルトガルがワールドカップ勝つから、ポルトガルと、俺もコロンビア。コロンビアってなんかおってんな。シャキーラ。ハメロド。日本人好きだよな、そういう顔。サッカーはどうでもいいんだろ。ハメロド可愛かった。顔好きなんだろ、本当に。日本ボコボコにしたもん。いいのよ、かっこいいから。いいの。はい、L グループ。イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ。そのグループも強いな。面白そう。私でもね、イングランドとクロアチア。Me too。これはなんかおもろいな。そのグループでさ、行きそうな2組って結構ふわっと浮くねんな。見えるというか。ガーナもいいと思う。はい、これで今全グループ出ました。はい。OK。はい。これなんやねん。ワールドカップ2026のエピソード。それ時々いいやん、こういうのもスポーツ。もうね、ピンポイントで興味ない人おったらもうごめんなさいやけど、これを機に興味持ってくれても楽しいやと思うしな。見ようや。やっぱ自分の国出てるのって嬉しいやん。言って日本やって出だしたんさ、ほんまここ何十年やねんで。Sorry, Italy。いや、そういうこともあるさ。けどやっぱ嬉しいやん。違う国勝つとか言ってるけど、自分の国出てるの楽しいから私はちょっと。しかもみんな言うのが、アジアから日本なんかとにかくリピーターが欲しくない。このワールドカップ俺新しい国が勝ってほしいの。ずっと2連覇とか嫌なんや。2連覇じゃなくて勝ったことある国がしか勝ってないの。もうずっと。だって強いねんもんな。層が厚いんだもの。like 星ないじゃん。あれって星それでつくん？知らなかった。だからなでしこちゃんとついてんねん、星。知らなかった。今度サッカー科目かアディダスのショップ行ってなでしこのジャージって星ついてんねん。かっこよく。男子のついて、アメリカもそう。勲章やん。勲章って英語でなんて言ったっけ？知らないよね。ごめん。なんかオナー。いや。わかんないけど。だからlike星初めてつけてほしい、どっか国。You know what I'm saying? でもそれだったらポルトガルちゃう。でしかもアメリカ調子に乗ってんのが、アメリカ勝ったことねえのにロゴに3個星ついてんね。やめやな。ほらすぐなんか勝手に取ってさ。前はね。ナンバーワンって言うね。3 World Cups, baby! 前はね、新しいロゴはついてないから。ちょっとね、ハンブルになったんですね。で、それが結構ジャパンがまだ勝ったことない国、誰が行くかってジャパン結構出てくんの。その話に。三笘いなくても。よし。まあって言ったけど。でもちょっとこれは多分そのワールドカップ始まってすぐ出るやつやから、
ちょっと見ながらね、このポッドキャストも聞きながらワールドカップを一緒に楽しめればいいなと思います。皆さんも好きな国応援してね。Peace